もう寝るよ。ぐるー。おやすみぐるー。くるちゃん、そろそろペットホテルに行くお時間なんだけども、くるちゃん。やばい、警戒モード入っちゃった。そうこれに今前入ったことあるからさ。くるちゃんね、マジで賢いん。超賢いわ、全然忘れてないわ。そう、前回ケージの中に餌を置いて誘い込んだんだけど、今回ケージの中に餌を置いたらもう全然。そう、昨日やろうとしたら無理だったもん。ケージ見た瞬間警戒しちゃって。ぐるめっちゃ警戒してんね。やばい。病院行くぞ。別に捕まえようなんて思ってないよ、くるちゃん。捕まえるつもりなんてないからね。賢すぎでしょ、この子。天才美猫だから。一旦通常生活に戻って、これちょっとからうわ。すげえわ、洞察力が。もうグル天才。普通に準備しよう、まずは。淡々とね。ちゃんと今日出発予定だったんだけど、グルちゃんを捕獲できなかったんで明日になりました。ペットホテルの予約をちょっと変えた。全然捕まえられねえわ。こいっちゃった。グルさんが捕獲されてくれないと僕たち行けないんです。まあ僕たちの都合で申し訳ないんだけど、本当にグルさんには申し訳ないよ、グルさん。あ、まだ警戒して、ダメ。これはコーヒーです。コーヒーはグルちゃんだね。帰っちゃった。結局今全然捕まんなくて、もうこれ見た瞬間に拒否反応示すんで、もう一旦ケージの中に入ってもらってから、そっから無理やり捕まえる作戦に変更した。心を鬼にして。でもケージはここでいつもご飯食べてるからすんなり入ってくれると思うんだけど、多分これをつけたからね、警戒してる今。今日の夜には出発したいんですけど、お願いしますよ。かわいい。帰ってったし。グル入ったな。グルとりあえずここで食え。よし、俺はもうグルに嫌われる覚悟ができたよ。グルちゃん、ホテル行くよ。あ、やべ、引っかかった。何が引っかかってミスった。グル。グルちゃん、グルちゃんごめんね。グル、大丈夫だよ。病院に併設されてるペットホテルで、今日預けるついでに予防接種をいろいろやってもらうことになってるから、だからネットに入れさせてもらってます。グルグルちゃん着いたよ。よしよし、グルちゃん、よしよし。かわいい。リラックスリラックス。
バッテリーは今 88%。 この下に 100Ah のリチウムイオンバッテリーが2台積んであります。ここに走行充電器積んであります。定格 40A なんだけど、設定変更して 20A の走行充電にしてます。ちょっとこの車古いんで、エンジンとかオルタネーターに負担をあんまかけないように 20A に設定してます。で 1500W の純正減波インバーターを積んで、炊飯器とか AC の家電を動かします。海かお風呂入ってんだけど、その間にちょっと軽く紹介しちゃうと、ボンゴは2020年頃に39万円で12万キロの中古で購入して、内装全部ひっぺがしてゼロから海子と達夫で2人でこれを作りました。4ナンバーの小型貨物車に分類されます。なのでここは車検の時はフラットの台にして荷台として通します。で普段は上にクッションを置いてベッドとして使えるようにしていて、これは下に足がついてて、展開するとテーブルになります。食事の時はリビングになって、寝る時はベッドになると。でベッドにする時はもう1枚の板をここに置いて、でするとここ全体がフラットなベッドになります。向こう側と一番奥は固定にしてあるんで、その下は荷物をたくさん積むことができます。ここは固定の棚になっていて、ここに洋服を積んでます。でここは基本的にはオープンにしておいて、何かあったら積むと。で上には 600Wh のポータブル電源、スマホとかパソコンの充電に使えます。茅ヶ崎の出力が必要な時これ使います。で他は洗面用具とかの箱を入れてます。これはランタン、扇風機、ベープ。このクッションとか全部手作りです。中身をオーダーして、外側は海子がミシンで、生地を縫って作ってあります。枕はダイソーの枕。内装はハワイから取り寄せたラウハラっていう生地、植物の生地を貼ってます。その裏は全部薄いしなびにタオルをかけられるようになっていて、前はキッチンってね、この水道の水のタンクはここにあります。20リットル入ってて、ここからこのスイッチをしてここひねると水が出て、ここにある排水タンクに溜まっていきます。シンクの下には排水タンクがあるんだけど、ここは収納です。引き出し、調味料とかフォークとかナイフが入ってます。この下には皿とか食器とか米、ホイルとかガスの缶とかいろいろ入ってます。コーヒーとかね。これは炊飯器なんだけど、炊飯器はここに置いときましょう。ボンゴは IH じゃないんでガスコンロをここに置いてます。であと鍋とかはこのベッドの下っすね。冷蔵庫はいいの30リットルの結構大きめの巨大な冷蔵庫を置いてます。キャラバンの冷房がぶっ壊れちゃったんで、実家に行って親父に借りてきましたお盆の間だけ。これで海子と一緒に豊岡に行きます。今から棚のここには温度計とかいろいろかけられるようになってて、ゴミ袋とかね。ここにスイッチパネルがあって、前後の電気と前後ろで、この電気は、ここに電気がついてます。これは換気扇になってて、よいしょ、今ここ上に換気扇がついてて全力で換気してくれます。 12V です。これで威力の調整ができます。でこれは主電源、これは切っちゃダメなやつで、こっち側を開けるとこうなっていて、冬に使うんだけど FF ヒーターがスライドドアステップについてます。この FF ヒーターは夏でも月に1回は試運転しないと燃料管が詰まっちゃったりするんで、毎月動かしています。でここの隙間にシェードとか地味にいろいろ積んでます。運転席周りはそんなにいじってないんですけど、デッドニング断熱ってのをやって生地を貼ってます。天井も生地を貼ってます。構造変更済みです。その他は特に普通です。このボンゴはパートタイム4駆。このレバーを前に出すと最強の4駆になります。4駆です。ETC は買った時からついてるのをそのまま使ってて、オーディオだけこれ変えてます。もともと純正のやつがついてたんだけど、ラジオだけの Bluetooth のオーディオつけました。カロッツェリア。最初ウーファーをつけてたんだけど、なんかウーファーが原因で電気が取られるような感じがあったんで、ウーファー今外してあります。このドライブレコーダーとかも自分でつけました。前後録画できるやつ。エンジン切った後も12時間ぐらいずっと録画してくれるやつをつけてます。ここに換気扇があって、
屋根にはソーラーパネルが100、100、100の直列合計300ワット。床は家庭用のクッションフロア貼ってあります。一応難燃素材です。この辺はね名残があるんだけど、断熱塗料を車内全体に全て塗ってあります。この辺とかね、これ断熱塗料です。結露防止にもかなりいい。後ろはこうなってて、リアハッチ開けた時に外から寝てる姿が見えないようにヘッドレストっていうのかなんかこういうの壁をつけてます。ここにもなんかかけられるようにしてあったり、ここからあれサブバッテリーが見えます。ここにあれがある、スイッチがあって、キャラバンみたくベッド下収納照らせるようにしてます。でこの下には釣り具とかキャンプ道具とかサップを今回は積みました。シャキー走行距離は今14万7326キロ。取りますね。12万ちょいで買ったから、でもまだ買ってから 2.5 万キロぐらいしか走ってないの。もっと走ったような気がするな。意外と走ってないよねこの子ね。懐かしいこの感じ。うん、いいね。だってさ、この冷蔵庫地味にいいよね。そうそう。この2個に分かれてうん。炭酸水買ってかなきゃ。あ、いいね。ハイボール飲むに、ちょっと見てもらっていい？なんか茶色い水が出るね。やばくないこれ？あ、でも透明になってきた。透明になった透明になった。いいのかなこれ？飲み水には使えないね。まずもちろんね。うがい程度ならいいんじゃない？多分タンクがポンプが錆びたんだと思う。ずっと中途半端に水がちょっと入ってる状態で水に浸かってた。今日は達夫の親戚のいる兵庫県の豊岡に向かってんだけど、みんなでバーベキューしようってなって、城崎温泉とかでのんびりする予定があるんで行くんですけど、3日後かな集合が。今日11日でしょ。12、13、14、3日後に豊岡に行くんだけど、そこの行くまでにボンゴで車中泊しながら行きます。今日の事故ってる。安全第一で行きましょう。今日の目的地は長野なんだけど、諏訪湖サービスエリアで寝ちゃうか、その先の山奥まで今日行っちゃうか悩み中。渋滞です。渋滞です。でもオートマだから楽勝です。今日明日は長野、明日明後日は福井の海辺に行こうと思う。ちょうどの夜ドライブ。坂道登んで登んで。発音にバトンタッチ。登坂車線終わり。全部入るわ、登坂車線。ああ。踏んでも70キロしか出ねえよ。ゆっくり行く車だな。50キロしか出ねえんだけど、八ヶ岳に向かって登ってるところなんか、ここでいつも急なんだよね。あー涼しいわ。冷房いらないわ。冷房切ろう。ボンゴちゃん遅すぎて到着予想時間ずーっと遅くなってる。10時半に着予定だったんだけど最初10時50分着予定になってます。諏訪湖確定、本当に確定。最高到達点1015メートル、中央道の最高到達点。着いたー。仮眠を取りましょう。諏訪湖で仮眠をね。結構いますね。後ろ側がいいな。混んでるね。キャンピングカー多いな。隣にいない場所はないわ。ここで寝ましょう。いいよ。パンパンパン。今日の我が家です。後ろもシェードしましょう。暑いね、やっぱこれ。でもさ、外寒いぐらいじゃなかった？外は涼しい。で、ここ今30度ある。とても暑いんでね。ここ微妙に開けました。最強になってる。まあでも、こっからここだから空気の流れ的に弱いけど。本当は後ろからやりたい。回せば全然いけるよ。あ、このファンに回ってもらおう。あ、そういうの。じゃあ。よいしょ。できた。換気扇あっちだから頭こっちで見よう。
暑いな。だって30度あるよここ。なんか草挟まってないこれ。取れない。あー涼しい。あと歯磨きてえわ。コーヒー飲んだり。あ、飯食ったしね。これエブリィで前使ったやつ。あ、使ったよ。これエブリの方が横ほど広いんだよ。エブリィの方が全然広いってことだな。ボンゴはここに棚がついてるからね。棚があるから。遮光お願いします。完璧。俺も歯磨きしたよ。このボックスの中にこのなんだ衛生用品というか。なんか俺の歯ブラシもあんの？そこ。これ俺のか。ボンゴ常駐してたこれ。ボンゴで使ってたやつで。こんないい歯ブラシ俺持ってたんだ。これデンターシステマだよね多分ね。ほらシステマ。海子何の歯ブラシ使ってんの？私はルシェロっていう。ルシェロ。なんか似てるねちょっと。これいて。面白かった今。あ、錆びた水出てきた。やばい。めっちゃ茶色いんだけど水。これサビなの本当に。カビ？何これ。なんかやばくないこれ。水をね、入れた時さ、はい。こんな色とかついてなかったよ。チューブの中がやばいのかもね。空にした記憶あるんだけど、いつから入れないの？親父に譲渡した時にテストのためにちょっと入れたんだ。じゃあこれもうどうしよう。奥持ってくればよかったな。チューブが原因なのかポンプが錆びて出てんのか。いや気温30度でおやすみなさい。これは全面的に俺に向けていいっていうことなんでおやすみ。朝です。6時ぐらいです。絶景。6時半です。6時半です。ついに起きたね、海子さん。気持ちよすぎて。このシーツ、冷感シーツだね、これは。ヒヤヒヤする感じの。夜中寒くなって、これちょっとかけたんだけど、今はもう多分30度ぐらいになって、27度だ。6時42分。ちょっと早朝にパソコン作業してたもんね。あ、そうだったん？全然知らない。すげえ混んでるね、ここ。人がすごい。普通の平日と次元が違うね。パン屋とか買おうと思ったけどさ、行列やばすぎてやめたわ。冬島コーヒーはオープンと同時に並んだからすぐ。あちむらって結構あれで有名だから、星が綺麗とか気になってる場所ではあるから行ってみようか。カーテンってこれどこ置くんだっけ？畳んでこの間に置いて。あ、オッケー。畳んでこの間にね。そうそう。あれだ、スポンジが落ちた。この間は結構広大なスペースだからね。お、あんな感じ？俺最近バイクに興味あってさ、めっちゃ見てるよね。そこに来るバイクめっちゃそこの辺とか見て。あー、いっぱい止まってる。ただアメリカンスタイルのがないからね、アメリカンスタイルって何？あれは何？ジャパニーズ？ジャパニーズっていうかなんかスポーティースタイルがあれ、こういうやつ。あー、だってか、アメリカンはこういうやつ。わかった。ドッ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 ドみたいな。まあ、どちらかというハーレーみたいなとそう、ハーレーが代表。まずこうして、どうぞ。これめっちゃいい。これスマホホルダー。冷風の吹き出し口の前にあるのがポイントだよね。冷風の前じゃないともう一発で温度上がって止まっちゃうから。そう、警告出ちゃうね。しばらくまだ高速だからガソリン入れてこう。キャラバンはさ、今壊れてるんだよね、クーラーが。そうそう。あの
の状態で一瞬行こうとしてたけど絶対無理だったよ。無理。前回がエブリィだったからさ、エブリィに比べてこのボンゴの広い。そうそうそう。楽さ半端ないよね。半端ない。まずさ、エブリィで課題だったさ、そのベッドモードと食事モードの切り替えみたいのが不要だからさ、まあ、ベッド展開はあるけどさ、荷物の移動がないじゃん。そこだよね。わざわざ車外に出てさ、セッティングし直してとかやらなくて、車内で完結しちゃうのがいい。葉っぱ葉っぱつついて遊んでる。いやでもね、半分ちょい減ったぐらいだった。意外と頑張ったな。無理しないでやってたからね。反射線ゴリゴリ使う。反射線専門で。はい、この景色。なんか花火ここで見るの禁止って書いてある。15日に花火があるらしい。やっぱ今お盆だから予想外の混雑とか起こり得るから常にプラン B を用意しとこう。今日は福井の浜辺に泊まる予定だけど、そこもなんかもしかしたら激混みの可能性あるから、戸沢的な秘境重点的に候補にしよう。行くの車じゃ行きにくいようなところ。あとなんだろう、設備がちゃんとしてないみたいな。そう、トイレないところとか大歓迎。俺らポータブルトイレあるの。ゴミが溜まってもさ、あさってには親戚の家に行くから捨てさせていただけるから。昼神さん。おー、なんかかっこいいね。岩か。名字石神だよ。料金は4260円です。昼神温泉。あちむらに入りました。混んでない。清いは確定だね。わあ、なんかこのダムでさえもすごい綺麗。それは期待大です。岩のアマンコ。おへ餅。まさに私らが求めてた感じじゃない？お盆感ゼロ、ゆったりした感じ。混雑がないの。ノーモア夏休み。いや、それは夏休みは欲しい。エブリデイ夏休み。これより先、大型車7メートル以上は通行不可。ここでよかったね。急だね。あ、しかもなんかめっちゃでかい鳥来て。7メートルどころじゃなく結構狭い。でもこれ積むやつだ。あ、なんか虫が入った。そう、虫がいたの入ってた。こいつ刺すやつじゃね？あれ、虫除け欲しい。やばいね、これ。ところで。ちょっと戸沢感出てきたね。戸沢感求めるって言ってたらね。真横川。ちょうど暑くなってきたところだから、自然の川で水浴びをし、お、これだ。ついたげだね。虫が大量にいる。磯靴みたいなの履いてった方がいいな。ベープを焚いとこう。絶対虫入ったから。あ、それ懐かしいね。だいぶ前にどこ上州屋で買ったやつだ。ちょっと一旦あっち偵察行こうぜ。トイレがあるらしいんだ、奥に。あ、そうなんだ。本当はここを車中泊地にする予定だったんだけどね。あそこ地崩れしてんね、斜面。怖っ。多分ここにみんな車止めて登山に行ってんだろうね。登山口なんだよね。あー、やっぱトイレあるね。で、ここが登山口だ。おお、洋式だ。ここ行けそう。いいね。うわ、魚いた。
サブバッテリーは 99.2% ほぼ満タン。多分昨日夜ちょっと減ってその後運転で充電してます。そうだもん。何脚だけいやー、いいとこだった。気持ちよかったね。もはや寒かったもん。寒かったちょっと攻めすぎた感はおよそ3ある。手前のところの方が意外と水が多くて穏やかで入りやすかったかもしれないけど、まあよかったよ。清さはもう抜群だったもん。中央自動車道です。ああ、ここから高速乗るんだね。途中のキャンプ場とか釣り堀がもうなんかすごい人だったね。合流します。行く時通ったところの。今日はこの後福島。福島、あ福井でしょ。福井だ、福井。福井方面に行くんだけど、その途中のパーキングエリアだっけ、うなんかめっちゃうまそうなラーメンがあって、ん。そう、見つけたの。それを今から食いに行きます。こっから1時間で行けるんで、ちょうど11時ぐらいに着くよ。なんか二郎系っぽいね、若干。うつつラーメン。見た目が二郎系。味はそんな二郎系ではないって書いてあったけど、ジロリアンとしては食べておかないと。ジロー興味ないけど、普通に美味しそうだ。それ食べんの？うつつラーメン食べんの？食べようと思ってますけど。あー、オッケー。なんでいやいや、ジローいつも食べないのに食べるんだって。いいじゃん。ああ、いいじゃない。食べましょう。あんた空いてるわけないよ。お盆だもんだって。あ、でも意外と空いてるわ。カップ麺市場なんてのがある。Thank you。ここいいね。うわ、パンうまそう。食べてみようかな。ご入り用の方は領収うまそう。じゃあ、海子さんはこれにしなかったんだね。結局、いや、それもね、超、豪語してたから。それも気になったんだけど、豚ニラってやつ食べてる人がいて、超美味しそうだったんだうまそうだったね。ちゃんと太いよ麺が。スープは醤油だね。醤油、二郎ではない。ニンニク醤油みたいな感じ。ニンニクはここに乗ってる。スープは醤油だね。すげえな。そうそう、これを見ちゃって、このジューってなってるのを見ちゃって、これ。結構味濃いね。これ1個で米1杯食える。肉はね、レベル高いし普通だね。卵はスープ全飲みは無理だなこれ。お昼ご飯これ混雑避けられたよ。避けられた。急激に車増えたからね。お昼ご飯は11時台に限る。だから普段の生活がさ、昼11時の夜5時だからこういう時強いよね。そのままのリズムで混雑避けられるから、ね、今から行くところは初めてのところだね。超綺麗そうなんだよね。ね、俺明日できたら朝サップ釣りしよっかなって思って。広いね。うん。あ、木曽川だ。木曽川。鳥？滋賀県滋賀県だ。米原市。米原だ。米原。今の時期はイカは新子が生まれたてだからダメだろうけど。梅の町な。北五湖の展望所で芋けんぴ食った記憶がある。美子がイカ釣った後、俺がシーバス釣った後。あれレピア、あのスーパーに行きたい。スーパーに見えないよ。スーパー本当にあんのかな。あ、ミニ四駆のコースあんじゃん。っていうエリアだ。ウォーキング。大きにって聞こえた。あ、大きに。あ、っていうエリアだ。福井大きにだよね。バナナ食べていいっぱいじゃね。キララの
若狭町って言うんだ。常上半島の先端の方を目指す。砂落とし用のブロワーがある。こんな650円。車中泊再開しましたよって。バイバイ。間違えて家の鍵さしそう。それやばい。あ、ガソリン入れてこうかな。元気は夜。元気。いいかな。いいや。気持ちよかったね。最高だったわ。混んではいたけど、いろんな風呂があって、キャパが大きい。源泉もなんか肌がキュッキュッてする感じ。キュルキュルっていう感じ。キュッてする。キュッっていう感じ。うちにも元気あるの？愛知の元気行ったわ、この前。あ、言ってたね、元気。なぜか北陸と愛知なんだよね。へー。おー、すごい。うわ、海が広い。美しい。すいません。明日まで止めても大丈夫なんですか？あ車の中で寝るんですけど。ありがとうございます。ー、よかった。釣りします。たいです。アジですか？いいですね。はありがとうございます。ここまで来ると。ここ良くない？トイレもあるし、あそこにね。あるね、トイレあそこだね。何これ？海の青さが。